2050年に火星に100万人が住める都市を作ると言ってるイーロン・マスク。他の人が言ってたら金持ちがしょうもないことを言ってるなと思って終わりだと思いますが、180回もロケットを発射したのと、新しい宇宙船のテスト映像を見ていると、本当に火星に行く気がするので、そのスペース X が気になります。2001年にイーロン・マスクはマーズ・オアシスというプロジェクトを発表します。火星に小さい温室を送って植物を育てるプロジェクトで、人々に宇宙にもっと興味を持ってもらうことで、NASA の予算を増やしてもっと宇宙開発してもらうのが目的でした。マスクは安くロケットを手に入れるために専門家たちとロシアに飛んでいたんですが、みんな高く売ろうとしていたので結局何も買えず帰ってきました。帰りの飛行機でロケットの製作費用を計算してみたら、必要な材料代は全体の 3% しかいらないことを確認したマスクは自分でロケットを作ることにします。それで2002年スペース X がキャリフォルニアの倉庫でスタートします。休みなしで働く若いエンジニアたちを集めたイーロン・マスクは、仕事以外はやることがないマーシャル諸島の小さい島でロケット開発を進めます。2006年にファルコン1の1回目のテストを行いましたが、発射25秒で墜落してしまって、2007年に行った2回目のテストは軌道侵入に失敗します。2008年の3回目のテストは1段目のロケットを分離した後、1段目が2段目に追突して失敗します。この時点でマスクが持っていたお金がほとんど残っていなくて、同じ年にリーマンショックが起きていたので、どこからも投資を受けることもできない状態でした。あとテスラもまだ1台も車を売ってない時なのに、奥さんとも離婚していて、一緒に働いた人たちによると、3回目の失敗の後、マスクは魂が抜けていて全て諦めようとしたらしいです。倉庫に残っていた部品を集めて最後のロケットを打ち上げて終わりにしようとしたけど、なんとこの4回目の発射が成功します。それで NASA から国際宇宙ステーションに貨物を配達する28億ドルの契約を取ります。開発センターをテキサスに移したマスクは、ロケットが使い捨てだから高いと思っていたので、再利用できるロケットを構想します。ファルコン1で使ってたマーリン1エンジンを9個つけたファルコン9を開発します。2015年にファルコン9の発射後、一段ロケットが発射台に戻ってきて着陸に成功します。これでロケットの再利用が可能になり、今まで120回の再利用ロケットを使いました。他の会社の5分の1の値段で人工衛星などを発射してくれるサービスをこのファルコン9を使って行っています。1段目のロケット以外のフェアリングも回収して再利用しているので、コストはもちろん次の発射までの時間も短くなります。重いものを運ぶ際はファルコン9のロケットを3つつけて、これはファルコンヘビーって言います。イーロン・マスクのロードスターを飛ばす時もこれが使われました。有人月面探査計画アルテミスの着陸船にスペース X のスターシップが選ばれました。スターシップはこの数年間スペース X が開発中の宇宙船で完成に近いと言われています。今までのどんなロケットよりも大きいし、100人まで乗れると言われています。前澤友作さんもこれに乗って月に行く予定です。スターシップの発射コストはとんでもなく安くて、NASA のロケットはアルテミスの計画で発射ごとに20億ドルなのに、スターシップは200万ドルくらいらしいので、1000分の1しかかからないです。イーロン・マスクは火星の移住計画を数年前から発表して定期的にアップデートしています。毎年スターシップを1000台発射して20年かけて必要な物資と人を運ぶ計画をしています。2021年に NASA の火星探査ロボットが酸素を作ることに成功したものの、まだ解決しないといけない問題が多いので、どう解決してくれるか楽しみですね。次回はスペース X のプロジェクトの一つであるスターリンクについて見てみます。バイ。